ジャンクの海からこんにちは。東雲初里です。祝チャンネル登録者700人突破、ありがとうございます。初里ちゃんがバズっていて、広報彼氏面で嬉しくなってるみたいな嬉しいご意見もいただいております。1周年という節目の月に500人を超えられてよかったです。まだ1000人超えてないんでね、新しく知ってくださった方も広報彼氏面できるようにさらなる高みを目指していこうと思います。今回の動画なんですけど、エアコンがなくって物置部屋になってる客間にエアコンをつけてなんか活用していけたらなーっていうことでエアコンをつけていきたいと思います。なんかキャンプグッズとかレノボの格安ミニデスクトップが魔改造された GPU マシンがあります。初里は通称デンドロビウムと呼んでいます。今日はここにエアコンをつけていきます。今回は作ってみましたって感じじゃなくって見えない壁の中を推理しながらガチで解説していきます。今皆さんが住んでるお家の見えない壁の中とかお家のエアコンを見る目が変わるんじゃないかって趣旨で楽しんでもらえたら嬉しいです。今回でエアコンをつけるのは4回目になります。もう慣れたもんですよね。NTR22 なんだか不穏な型番ですね。ニトリってことか。大変失礼しました。まずは室内機をつけていきましょう。内気って呼ぶと黒っぽくてかっこいいです。まずは内気をつけていきます。いつもはアイリスオーヤマの製品を買っているんですけど、今回はニトリの製品を買いました。アイリスオーヤマは東芝と同じでミデア社が作っているので結構いいんですけど、最初に買った2台は Wi-Fi がつながりにくかったことがあります。ニトリのやつはハイセンス社が作っているのでどうなんでしょうか。なんか5万円でロマン装備氷結洗浄機能がついていて勝手にホコリを取ってくれるらしいですよ。ほんとかな。初里は電気工事士の資格を持ってるんですけど、エアコン設置の工事は日本では無資格でも OK です。室内にアースがなくってそこでアース工事をするとかコンセントに手を加えたりする場合は必要になります。工具もね、必須なのはコアドリルとバキュームポンプだけで、あとは一般的な工具なので敷居は低めだと思います。ガスも最初から室外機に入った状態で売ってますからね。エアコン取り付け方は施工説明書に詳しく書いてます。最初の難関はエアコンの取り付け位置を決めることです。壁に穴を開けないといけないので、柱を傷つけたら家の資産価値が下がってしまいます。まずは家の壁の中のどこに柱があるかどうかを調べて目印をつけていきましょう。ここに窓があるので、ここには確実に柱があって、おそらく2インチ ×4 インチの角材 2x4 が2本分ぐらい入ってます。幅は2インチ足す2インチから乾燥で痩せてるのでだいたい9センチくらいかな。このお家は日本版 2x4 工法の派生ハイブリッド工法で建てられているんですけど、建築知識があるとお家の建て方によってどこに柱が入っているのか壁の中を見なくても推測することができます。ちなみに初里はプロじゃなくてインターネットの向こう側にいる素人なので、言ってることは参考にしても真に受けないでくださいね。 DIY は常に自己責任です。日本の皆さんのお家の壁の端から窓までの距離ってだいたい3尺か 1.5 尺刻みじゃないでしょうか。日本版 2x4 工法は柱の間隔が尺なんですけど、ハウスメーカーによっては世界標準のフィート間隔の場合があるとか、なんかそんな感じで各社こだわりのオレオレ工法が使われています。エアコンの位置決めはこのバックパネルを使って決めます。バックパネルに対してエアコンはこの位置にあって壁から何メートル離せばいいかとかがエアコンの施工説明書に書かれています。なんでここに貼ったかを解説していきます。まずエアコンの横幅が約80センチあります。
柱があるので、穴を開けられる左の端がここで、右の端がここになります。そしてエアコン配管の穴を左右どっちかに開けないといけません。今回は配管を左へ送りたいので、左側に穴を開けることにしました。ここで在来工法の場合は、斜めに辻貝という柱が入っていて、斜めの柱を避けないといけないので、もう絶望ですよね。このお家は 2x 方向法ベースなので、今回は考えなくて大丈夫です。そしてなぜこの高さにパネルを置いたかというと、まずこのコンセントの横につけると80センチが収まりません。そして最短距離でコンセントの上にエアコンが来る高さにするとここになります。ここには窓があるので、窓を固定する管柱がここにいます。そして内壁を止めるために柱から次の柱まで 455mm 間隔で間柱という内壁を支えるための 2x4 1本の太さの柱があります。ですが図面を見ると 910mm 間隔で管柱があって455mm 間隔の間柱は書いてません。間柱を省略できる設計なんだと思います。なのでこの柱から 910mm 左に柱があります。910mm は壁の向こう、壁の外枠の管柱ですね。じゃあこの辺りには柱がないかというと、壁の枠の管柱は 2x4 が3本分以上の太さなので、壁の外まで出てきているはずです。石膏ボードもそこに固定しないとダメですからね。ここにコンセントがあるので、このコンセントの左ぐらいまで多分柱が来ています。コンセントの裏にはレセプタクルボックスっていう箱があるんですけど、これがネジ止めされている柱が左にありました。コンセントがあった上下左右のどこかが柱に面していてネジ止めされています。なのでここの柱に穴がかぶらないように穴の位置に余裕を持たせると穴の中心がだいたいこの辺でするとこの位置にバックパネルがつきます。バックパネルの位置が決まったのでネジ穴の目印をつけていきます。目印がついたらバックパネルを外してボードアンカーを打っていきます。内壁は1センチから2センチくらいの石膏ボードが使われていて、柱と柱の間は空洞です。ボードアンカーのネジを閉めると外側のアンカーが閉まって壁に外側からフックします。よーし、でいくぞ。はい、一発。はい、2発。はい、コアドリルです。ピンクリも外壁も破壊できる強いドリルです。大体のエアコンの穴は 65mm でいいんですけど、大きい方がいろいろ通せるぞってことで 75mm のドリルを使っています。これ本当はでっかいハンマードリルにつけるようなんですけど、次エアコンつけるとき買おう、次エアコンつけるとき買おう、いつも思ってて、いつも急にエアコンつけたくなるので、今日もホームセンターで3000円の 100V のドリルでやっていきます。じゃあ壁に穴を開けていきますよ。これ新築だと何千万とかする家に穴を開けるのでスリリングですよね。想像してみてください。3000万円、30年ローンで買ったピッカピカの3000万円の価値のある新築に今ドリルで穴を開けます。あーでね、厚りは2回やったら慣れちゃいました。はい、一番手前の壁紙と石膏ボードが抜けました。ここでやめたのはコンセントの配線が上から出ているからで、ドリルに巻き込まないように曲げておきます。よいしょ、よいしょ。じゃあ最後まで開けていきましょう。貫通
しました。抜いた壁はこんな感じです。壁紙、石膏ボード、この発泡スチロールは断熱材、構造用合板、防水吸湿シート、最後が外壁ですね。ここで断熱材のスペックがわかります。断熱材が発泡スチロールなのは安くて断熱性能は高いんですけど、火事になると燃えやすいやつですね。貫通スリーブをつけていきます。この貫通スリーブは初木が一番好きな貫通スリーブです。壁の中から穴に虫が入ったり、配管に傷がつかないようにこんな感じでつけます。ここがネジになっていて、これ回すだけで調節できるんですよ。初木は配管が室内に見えないように作るので、ちょっと切ってできました。穴ができたのでバックパネルを留めていきます。いよいよ室内機を組み立てていきます。左右どっちから電源を出すかによってパネルの加工の位置が変わってきます。次は電気配線、フロントパネルを外して3線の VVF ケーブル、アースケーブル、アースを作っていきます。カットして被覆取って裏から通して、今回は1本の太い短板を使っているので線を丸めてねじつけます。アースができたので VVF も通していきます。被覆を取って差し込みます。配線を押さえ、端子カバー、中蓋を閉めます。次はいよいよガス配管です。ナットを取って、じゃーん、配管の長さごとのキットが売っているので、これを使うと楽です。これは排水ホース、これがガス管です。ガス管は銅でできていて、手に力がかかるとすぐ折れちゃうので、作業しやすいように伸ばしながら作業していきます。壁を通して排水ホースをつけてガス管をつけます。ガス管の継ぎ目はラッパ状に変形させてあります。これはキットを買うと最初からしてあって、自分で作ったり長いからカットとかすると自分でこのフレア加工をしないといけません。逆にカットしなければフレアツールを使わずにエアコンをつけられます。ガス漏れ防止剤を塗っておくと漏れにくさが段違いです。濡れたらネジ止めをします。ロンキーで締めます。これガス漏れしたら温室効果ガスが自然に増えちゃいますからね。ガス周りは気をつけて作業しましょう。できたらテープを巻いていきます。多少引っ張られても抜けないようにしっかり巻いていきます。ガス配管が断熱材からはみ出ないようにガス配管にも適当に巻きます。エアコン配管テープを巻いていきます。これ巻き方逆ですね。エアコンのテープは逆巻きが基本らしいです。壁の外に出るぐらいまで巻けたら、続きは壁の外で巻きます。壁に穴が開いたので、前につけたソーラーパネルの線を家に入れました。エアコンを壁にかけていきます。配線を通しながらエアコンをかけていきます。よし、乗った。ちょっと収まりが悪いですね。
結構頑張ったんですけど、この機種はエアコンの裏の空間が狭くって配管を収めるのが大変でした。最終的にこんな感じ。まあいいよね。次はベランダでエアコンパテで隙間を埋めながら配管ダクトを組み立てます。今回は下まで一直線にダクトを引けない M を見つけたので、一旦ここまでにしてどういう風にダクトをつけるか言いつけ方を思いついたら続きのダクトを作ります。ベランダに室外機を置くのが嫌だったので、下の駐車場の方に室外機を置くことにしました。でも駐車場の地面に室外機を置くと車の乗り降りが大変になっちゃうので、今回は壁掛けに初挑戦します。壁掛けの場合は穴開けの時とは逆で、なるべく柱にネジ止めできるように柱を探します。設計図を見ると左の窓の横、そこから 910mm、さらにそこから 910mm の壁枠の管柱と、壁枠から 455mm の位置に玄関ドアを固定するための管柱がありました。今回は玄関の管柱、真ん中の管柱と、柱はないと思うけど構造用合板で止まるやろ。左の3箇所にスクリューボルトを打っていきます。スクリューボルトは太いので柱が割れないように下穴を開けていきます。下穴が開いたらスクリューボルトをねじつけていきます。土台が固定できたのでエアコン課題をつけます。いい感じです。いよいよ室外機を設置していきます。よいしょっと。室外機は普通30キロくらいあるんですけど、この室外機は22キロと軽めです。初りはダンスレボリューションで体幹を鍛えているので、20キロくらいならいけます。米袋とかの方が断然重くて持ちにくいですからね。ネジをつけて、固定完了。これから持ってきたエアコン配管を室外機につけていきます。配管がめっちゃ余ってますけど、あと配管ギカーをつけるので自由が利くように残しておきます。見栄え以外はあんまり問題もないですからね。これ配管がついたら上と同じように電気配線をしてバキュームポンプをつないで真空引きをしていきます。最初は室外機の2つのバルブが閉まっているので、室外機とそれ以外の部屋に分かれている状態になります。ここでサービスポートにバキュームポンプをつなぐと、室外機以外の空間の空気が吸えて真空になります。これが真空引きです。真空引きが終わって空気がなくなったら、2部と3部のバルブを開けてガスを全体に通します。エアコンって室外機の中のポンプがガスを圧縮するんですけど、空気が入っていて空気を圧縮しちゃうと爆発するらしいですよ。これってほんまですか？真空引きができてガスを解放したら完成です。早速エアコンをつけてみましょう。それ、リモコンだいぶ安っぽいですね。見てください。冷房ボタンとか暖房ボタンがなくって運転切り替えボタンです。久しぶりに見ましたね。氷結洗浄がついてるから高級機なのかと思ってましたけど、氷結洗浄だけついてる高コスパモデルって感じみたいですね。ハイセンスのエアコンを見てみたら結構普通に使いやすそうなリモコンでした。アプリの出来はちょっと良くなくって、Android からだとエアコンを Wi-Fi につなげられない、それくらいの品質でした。Google ホームにも対応してないんですけど、これはスイッチボットのリモコンを使えば全てのメーカーで同じ操作感にできるので大丈夫です。温度計と連携させたり、
Google ホームアプリで操作できるようになりました。やったー。いやー、エアコンの取り付けってやっぱ大変ですね。頭を使うのと家に穴を開けるのが楽しいからやってますけど、めんどくさい方は1、2万払うだけでね、プロにやってもらえるんでコスパ最強ですよね。知らない人に任せてお家の価値が下がるかもしれんから、自分で失敗した方が納得できるって方は挑戦の価値があると思います。生殺与奪の剣を握られちゃいますからね。今回雰囲気は分かったと思うんですけど、実際やってみたい方は毎日エアコンをつけてるプロの YouTuber さんが解説してる動画を見るのがおすすめです。あとは今回は使いませんでしたけど、どうせエアコンで隠れちゃうので、下地探しっていう細い穴をブスブス開けて柱を探す工具とか、あとは超音波で柱を探す機械もあるので、そういうので丁寧に調べれば建築の知識とかもいらないかもしれません。あとはコンセントの近くにつけるなら、コンセントの穴から目視で柱を探したり、できなくはないと思います。今回は建築知識だけで柱を探す遊びをしたんですけど、パズル感があって楽しいですよね。今回は6畳用のエアコンをつけたんですけど、6畳用のエアコンの最安って4万円くらいなので、5万円で氷結洗浄がついてるのってやばくないですか？氷結洗浄付きの日立のエアコンとか6畳で10万円くらいしますからね。普通に動くし、氷結洗浄っていうロマン装備が最安で欲しくって、リモコンにこだわりのない方、全部スイッチボットと Google ホームで操作するから気にしないよって方にはおすすめできると思いました。今回の動画でお家の企画って面白いなって思った方は、建築資料研究者さんの絵で見る建築工程図シリーズ 2x4 工法2階建て住宅を読むと 2x4 工法のお家の中の構造は大体わかるようになると思います。土地の神様へのお祈りの方法とかも載ってます。この本で勉強してリフォームでお風呂場の小屋を建てた回もあるので、興味があればそっちもチェックしてみてくださいね。今回いかがだったでしょうか？面白かったよって方は高評価、チャンネル登録、YouTube でコメントをいただけると励みになります。これからもたまには知的好奇心を満たせるような動画を出していこうと思うのでよろしくお願いします。それではご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。